皆さんこんにちは、みこです。いつもみこログをご視聴いただきありがとうございます。今回は横浜へ旅行してきた様子を Vlog でお届けします。一人で飛行機に乗るのは初めてなのでドキドキしてしまいますが、ゆっくり空の旅を満喫したいと思います。機体は A350。モニターをチェックしてみましょう。伊丹から羽田まであっという間に着いてしまいますね。いよいよ着陸準備、ワクワクします。素晴らしい景色を見ながら飲むコーヒーは格別ですね。コーヒーを飲み終えた頃には着陸態勢。あっという間に羽田空港に到着。山下公園赤レンガ倉庫行きのリムジンバスに乗ります。海風と潮の香りに親近感が湧くのは神戸の街と似ているからかな。横浜ベイブリッジや港を行き交う船の眺めがロマンチックな山下公園。かわいいお花たちにも癒されました。今回宿泊するホテルはハイアットリージェンシー横浜。2020年5月、異国情緒漂う美しい街並みを誇る山下町日本大通りエリアに誕生しました。エントランスから一歩入るとひときわ目を引くザ・ユニオンバーラウンジのクリスタルシャンデリア、横浜ムーンライト。暖炉のあるリビングスペースは紫がアクセントの落ち着いた空間。日の入りの時間に合わせて点灯する暖炉は旅の疲れを癒します。神奈川県の伝統的な工芸品箱根寄木細工や日本の伝統工芸品江戸切子をイメージした装飾のフロントデスク。美術館のようなホテルアートたちが目を楽しませてくれます。エレベーター横には日本大通りを描いた印象的な絵画が飾られています。3階のリージェンシークラブに移動してウェルカムティーをいただきながらチェックインの手続きをします。横浜のテーマカラーのブルーの絨毯。本日宿泊するのは1913号室。18階から19階に位置する37平米の客室クラブキング。あら、私の誕生日のお祝いに嬉しいギフトサプライズが。こういったお心遣いが嬉しいですよね。中には横浜メーカーハーバー。初めて食べましたが美味しかったです。
地上50メートル以上から見渡す景色は横浜港。振り向くとこんな感じ。キングサイズの大きなベッド。屏風をモチーフとしたオリジナルのヘッドボードが印象的。枕はどちらも柔らかめ。ベッドサイドには照明調節や USB ポート、案内や備品がまとめられています。窓際にはすっきりとしたライティングデスク。ミニバーを見ていきましょう。ドリップポット、お水、ハンドワイプ。セーフティーボックス、冷蔵庫。グラス類にティーセット。ドリップポットも豊富な品揃え。ポット、アイスペール。クローゼットはオープンタイプ。しっかりとした厚みのあるバスローブ。スリッパも厚めでふかふか。グレーのパジャマはすっきりとした着心地。身だしなみセット。クリーニングバッグにアイロン台。パウダールームを見ていきましょう。限られたスペースを有効活用したスタイリッシュな設計。閉めるとこんな感じ。無駄がなくとても使いやすい洗面所。ハンドタオルにフェイシャルソープ。手洗い用コップも美しい。アメニティを見ていきましょう。スキンケアセットは石器製。アラフィフにマストな拡大鏡。ドライヤーはビダルサスーン。ふかふかのバスタオルが3枚。タオルの予備があると最後まで心地よく使えますね。シンプルですっきりしたお手洗いにも横浜らしさが。トイレは清潔な自動開閉式。バスルームを見ていきましょう。洗い場付きのバスルームにはレインシャワーを完備。パウダーのような水滴で肌あたりも気持ちいい。シャワーの水圧もバッチリ。至極のバスタイム、最高でした。お楽しみのリージェンシークラブラウンジでカクテルタイムです。横浜のジャズ文化を思わす楽器のオブジェたちが展示されています。お酒に合う揚げたてのフリッター。ムール貝の白ワイン煮などの魚介料理。お酒のテイストに合わせて少しずつ楽しめるのがいいですね。アルコール以外にもお茶やお水、ソフトドリンクもありますよ。スタッフさんがシャンパンを入れてくださいました。
美味しいおつまみにお酒も進みます。気持ちよくなったので、夜の横浜をお散歩してきます。横浜中華街にやってきました。神戸の中華街よりも広くてお店もたくさん。夜の山下公園では噴水もライトアップされていて、ロマンティックな夜景が広がります。心地よい夜風と波音。デートコースにもぴったりですね。お散歩を終えてホテルに戻ってきました。人や時、物がつながる場所、パブリックスペースは、ハイアートリージェンシー横浜のコンセプトでもある、つながり、コネクトをテーマにオープンで開放的な空間。細かな仕切りをなくし、どの場所から見てもロビー全体が見渡せるように工夫されています。ジムも覗いてみました。有酸素マシンやベンチ。軽く汗を流すには十分ですね。タオルや水分補給も完璧。とても充実したホテルステイでした。今夜はこの辺で。おやすみなさい。おはようございます。朝日を浴びた横浜港を眺めながら最高の目覚め。今日も素敵な一日になりそうです。今朝もリージェンシーラウンジで朝食をいただきます。定番のサラダにゆで卵。メニューは中華料理かな？ヨーグルトやジュース、フルーツもたくさん。おかゆにトッピングできたり、いなり寿司もありました。さあ、いただきましょう。ホテルの朝食はおかわりするほど食べ過ぎちゃう。お腹も心も大満足。ごちそうさまでした。チェックアウトまでお部屋でのんびり過ごします。名残惜しいですが、チェックアウトのお時間です。チェックアウトもリージェンシーラウンジで行います。1階のマーケットに立ち寄ってみましょう。横浜ハーバーやおしゃれなギフトがずらり。わー、かわいいケーキたちも販売しています。どれもが一級品。おいしそう。クラさんが私のお誕生日のお祝いにとアフタヌーンティーを予約してくれていました。楽しみすぎる。真下から眺める横浜ムーンライトは圧巻。
水平線を渡る風をイメージして作られたメタルリーフ。こちらアフタヌーンティーの詳細になっておりまして、こちら紅茶とコーヒーのメニューございます。お飲み物に時間制でございます。こちらですね、開いていただきますと、こちら中央のですね、季節のおすすめの紅茶の香りがお楽しみいただけますので、ぜひお試しくださいませ。紅茶の香りをテイスティング。お疲れ様です。ハッピーバースデーをお預かりしております。おめでとうございます。上の段が、上から4つになりまして、こちらが桜のショートケーキ。それからこの長いグラスに入っていますのが桜ヨーグルトのブランマンジェになります。と、大きい球体が乗っていますのがこちら桜ドロップになりまして、中にはさくらんぼ、それと桜の、キャラメルが入ってます。継ぎ目に合わせて、フォークやナイフなどで切っていきますと割れますので、こちらの中を召し上がってください。白いグラスに入ってますが桜のリオでございます。桜の、ムーススリーズ、それからマカロン、こちらがフロマージュ、チーズになりますと、こちらが桜のグラノラバーでございます。一番下が少しお食事定食になりまして、こちらですね、白い石のそれに乗ってますのがあまおういちごとクリームチーズの白いちご大福でございます。また真ん中にあります、グラスに入ってますのがこちらホテルローのニティンを使いましたミックスサンド、上にからすみを添えさせていただいてます。一番最後が春のたけのこを使った、イベリコ豚のベーコンとのフロマージュキッシュでございます。ありがとうございます。日本の春の代名詞である桜をあしらったアフタヌーンティー。ハーブティーともよく合います。最高の誕生日アフタヌーンティー、ごちそうさまでした。最後まできめ細やかなおもてなし、心に残る素敵な思い出になりました。ありがとうございました。羽田空港に向かってお土産選び。東京卵のごま卵、娘が大好きなシュガーバターの木の炭火ショコラがけ、夕日の中へ溶け込んでいくような空の旅。羽田空港発の便で富士山が見えるルートは6つ。美しい富士山を見ることができて幸せでした。羽田で売れ続ける大ヒット空弁、焼きサバ寿司をいただきます。分厚い焼きサバの間に大葉とガリが超絶美味。いかがでしたか？横浜旅行 Vlog お楽しみいただけましたでしょうか？次回の動画でお会いしましょう。みこでした。